こんにちは、G リプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドパンダからバッドパンダ、チャットなどまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスさんの提供でお送りしております。コインポスさんが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパクター東京で開催されます。今年は去年以上の規模で超ビッグゲストも来るとのことなので、Web3 ブロックチェーンに興味ある方は間違いなく楽しめると思います。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。またこの WebX のチケットに関しては、5月中の購入でかなりお得な価格で買える状態になってますが、概要欄のリンクから飛んでいただくと、さらにそこから 20% オフで購入できるようになってますんで、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。ここから通常通り界隈の状況を見ていきたいんですが、今回市場全体に影響のあったファンドが多いので、そちらを先に見ていきますと、イーロン・マスクがトランプに対して仮想通貨の助言を行ったという報道が出まして、海外も深夜一時的に盛り上がったんですけども、その後イーロン・マスクがこの報道を否定しています。イーロン・マスクはですね、トランプ氏と仮想通貨について話し合ったことはないと思うが、私は一般的に権力を政府から国民に移すことには賛成であり、仮想通貨はそれを可能にすると X に投稿しています。イーロンは去年の年末くらいにですね、もう仮想通貨のことは考えていないと、コメントを残したことが話題になりましたけども、最近のカボスチャの件でも投稿していたりですね、この件でも未だ仮想通貨側を支持するような声明を出してますね。また今朝そのトランプが34件の事業記録偽造で有罪判決を受けたのが話題になりました。これは2016年の大統領選前にですね、トランプがある女優に13万ドルの口止め料を支払っていたことに関して刑事告発されたもので、元大統領が刑事告発で裁判にかけられて有罪判決を受けた初の事例ということで現在注目されています。これを受けて連日伸びてたトランプ系のミームも暴落してるんですが、一部のマガなどはもう反発しててですね、また強く伸びてますね。ここ数日トランプの後押しで仮想通貨市場もかなり楽観的になってたんですけども、ここに来て大きなファンダが出てます。こちらも今後さらなる影響が出るのか、その後の展開に注目ですね。あとはいつもの ETF 関連では、昨日の米国のスポットビットコイン ETF のフローが更新されてまして、結果としては全体でプラス 0.48 億ドルの純流入を記録しています。内訳としてはアークのアーク B がマイナス 0.99 億ドル、フィデリティの FBTC がプラス 1.11 億ドル、ビットワイズの BITB がプラス 0.25 億ドルと、他がビビたる流入となっています。全体では13日連続の純流入となってますが、アークのアーク B が過去最高の純流出を記録しているのが目立ちますね。一方、香港の ETF はビットコイン、イーサリアムともにゼロと、未だ寂しい状況が続いています。ビットコインの価格は現在68,600ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米実質 GDP の改定値が発表されまして、速報値 1.6% に対して結果は 1.3%、個人消費も速報値 2.5% に対して結果は 2.0% と、どちらも下方修正されたことからドル安、金利下落要因につながっています。米国債金利が 4.54 を推移しておりまして、ナスダックが 18,530、S&P500 が 5,227、ダウ平均が 38,110、金ゴールドが 2,344 ドル、日経平均が 38,200 円、ドル円が 156.8 円となっております。ビットコインの先物の方では青いが全体でマイナス 1.3%、額としては335億ドル相当、比率としては全体ではロングが 54.5%、バイナスミはロングが 61.2% と上寄りになっています。今後の指標としては本日5月31日にユーロの CPI、米 PC、6月3日に米 PMI、ISM 製造業景気指数、6月4日に米ジョルツ求人件数、米耐久在住中などが控えております。市場全体で見るとですね、米金利が下落しているものの、今後も立て続けに重要指標が控えていることと、月末ということもあってかですね、各指数が全体的に下がっている状態。仮想通貨市場も先ほどのイーロン、トランプのファンドの影響もあるんですけども、市場全体の動きにつられて下がっているという見解が多いですね。チャートだけ見たら短期では68,000で耐えてますけども、もうすぐ確定となる月足を見るとですね、見方によっては6万ドルあたりまで余裕があるような形になってるんで、こちらの警戒もあるかもしれません。短期で明日68,000を下抜けした後ですね、66,000の攻防で耐えられるかどうか、上は再度7万ドルの攻防に迎えるかが焦点になると思います。今後の市場の動向に引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。グレースケールがスポットイーサ ETF の S3 フォームを修正して提出したのが話題になっています。昨日のブラックロックに続いての対応となってますね。修正された部分としては、100株のバスケットを作成するために必要なイーサリアムの数量は 0.945 イーサと定めた部分が追記されているようです。最近の各社の動きからですね、SEC が今週までの提出を指示しているのではないかという噂も出てまして、
想定よりも早くスポットイーサ ETF の取引開始がされる見解も出始めました。スポットイーサ ETF が6月中に取引開始されるのかも注目となっています。あと、オンチェーンの方ではナンセンがシンガポール最大の銀行 DBS のウォレットアドレスを特定したと X に投稿したのが話題になっています。このウォレットの中身を見るとですね、17万3388イーサを保有してまして、ドル換算で 6.5 億ドル相当となっています。大手銀行がイーサを大量に保有しているということで、海外では話題になってるんですけども、トランザクションを見るとですね、割と頻繁に出入りしてまして、ナンセンの投稿のリプにもあるんですけどね、DBS は前から認定投資家向けにデジタル資産取引を提供してるんで、単純に顧客の資金なんじゃないかという見解が出てます。ただ一部からはこれだけ需要があるという捉え方はできると思います。今回も JP モルガンのアナリストがですね、スポットイーサ ETF はほとんど需要がないんじゃないかという見解を出して、そちらも話題になってますけども、イーサの争奪戦が今後起こるのかも注目ですね。あとはビタリックがトルネードキャッシュの開発者を支援するための基金に30イーサを寄付したのも話題になっています。トルネードキャッシュの開発者側はですね、懲役5年の判決が下って控訴してましたけども、その法的資金に充てられるとされています。スポットイーサ ETF 取引開始直前になってもですね、創設者は米国から問題視されているミキサープロトコルの支援を続けてますけども、これも問題にならないのか注目ですね。イーサの価格は現在3760ドル、BTC 建ては 0.0548 と、昨日からさらに下がっております。デリバティブ市場の方では、デリビットのオプションのプットコールレシオが 0.61 まで上昇したのが話題になってまして、市場では強気継続と捉えられています。先物の方ではオアイは全体でマイナス 0.6%、額としては160億ドル相当、比率としては全体ではロングが 59.9%、バイナス目はロングが 70.9% と、こちらも上売りになっています。ブラックロックの S1 申請からスポットイーサ ETF の取引が近づくにつれてですね、BTC 建ても弱くなってまして、徐々に事実売りの傾向が出始めてきたのかなと思うんですけども、下落幅によってはそれも織り込んでですね、取引開始でまた反発するというシナリオも考えられそうではあります。チャートだけ見たら週足、月足ともに上髭が目立つようになってますけども、時間足とは見方は変わらずですね、上は3800を抜けて、再度4000ドルの攻防に迎えるかどうか、下は3600のラインで耐えられるのかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あとここからはアルト関連になります。SEC とテラフォームラブス、ドゥコンが原則的和解に合意したようです。以前まではですね、SEC 側が53億ドルの罰金を要求しているのに対して、テラ・ドゥコン側はですね、100万ドル程度で十分だと反応してたんですけども、今回和解となっています。和解条件は6月以降にならないと明確にならないとのことですが、市場のルナ、ランク、USDC は強く反応しています。いずれも一時プラス 10% ほど上昇してまして、今では BTC 建てプラス 5% あたりを推移しています。突然の和解となりましたが、ルナ勢がここから浮上できるのか注目ですね。あとはチリーズのトークンが一時的に高騰したのも話題になっています。WIFI ユーロ2024が6月14日に迫っていることから、またパントークンに期待が集まっているようですね。チリーズの価格は現在 0.14 ドル、BTC 建てはマイナス 10%、時価総価79位ですね。先日の上昇から調整となってますが、サッカーイベントがあるたびに毎回買われるチリーズが、ここからさらに上へ迎えるのかも注目となっています。あとはリップルの CEO ガーリングハウスがアルト ETF に関して言及したのも話題になっています。コンセンサス2024でガーリングハウスはですね、承認は時間の問題だと思うし、XRP ETF、ソル ETF、ADA ETF が誕生するのは避けられないとコメントしています。今までソラナ ETF と XRP ETF の期待が膨らんでるのはなんだか話題になってましたけども、著名人が ADA ETF について言及したのはもしかしたらこれが初めてかもしれませんね。ADA の価格は現在 0.44 ドル、BTC 建てはマイナス 2.1%、時価総価10位ですね。最近 ADA ファンダすっかり表に出てこなくなりましたけども、アルト ETF の期待で再度浮上できるのか注目ですね。今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。